当然ここ後取りなんですけども、この動画が出てる時にはきっとメンシプにはですね、新スキルの判明した動画が出ているかなと思います。ので気になる人はね、チェックしてみてください。おらすこんにちは、ポテト、今日もデータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、オフェンスセンスの数値ごとの違いをちゃんと知りたい。やっていきたいなと思います。ということで、今ね、新スキルがついこの間来ましたけども、オフェンスセンスが上がりますよという能力なんですが、これが大変なんですよね。オフェンスセンスすごく難しいので、検証としてもね、今までもやってきてないわけではないんですけども、まあ大体こんな感じよね、みたいなのがなんとなく見えてきて、まあただそれ以上には何とも言えないと。ただ今回のスキルでオフェンスセンスが上がると言われてしまったがためにですね、曖昧な違いとかを検証してもね、しょうがないなと。メッサの動画でもね、あともよろしくみたいな感じになっててすごいさらっとお願いしたなと思いつつですね、まあでもみんな気になるよなと思ってですね、オフェンスセンスが1違うとどう違うとかいうところがね、明確に何か分かる、目で見て分かる形なんかできないかなということで、今日はそこをね、しっかりとやってきたよという感じですね。でもこれがしっかり分かればですね、この新スキル、この解明に大きく近づきますので、これを今日はやっていきたいなと思います。そして結果だけ先に言っておきます。明確に分かりました。これね、マジでちょっとマジ超頑張ったちょっとそんな過程もね、一緒に見ていただけたらなと思います。さあ、ということでまずはですね、これはいろんなことやったんですよ。これがまた難しくてね、例えば一つの例を出すとこんな感じなんですけども、コーナーキックでね、こうショートコーナーでこう蹴って、ここでね、こう中のデンベレーがね、こうやって動いてもらうみたいなね、はい、こんな感じでやってみたりもしました。フランス代表のユニフォーム着てますけど、でこれともう一個見てほしいんですけど、これ今日本代表のユニフォーム実は着てるんですけど、同じシチュエーションでやってみましたね、こうやって。はい、わかります？これこんな感じの。でこれなんですけど、実はこれ日本代表のユニ着てるデンベレ、オフェンスセンス85です。さっきの一番最初に見てもらったフランス代表のユニのデンベレ、これね、これオフェンスセンスが95です。はい、ということで何が言いたいかというと、こんだけ違くてもですね、動きの違い分かりますかみたいな。なんならフランス代表ユニの方がちょっと動き悪かったんじゃないとか言ってね、思えるぐらいの感じにまでなったりするわけですよ。なので、こういう動きでね、見ていくってすごく難しくて、ましてや1とか2とかの違いでは、ちょっとどうして難しいなと。で、これ過去の検証でもいろいろ言ってはいるんですけども、これなぜかというとですね、オフェンスセンスが高かろうが低かろうがですね、やろうとしてること自体がね、割と一緒なんですよ。ここで裏抜けをしたいっていう時に、オフェンスセンス99の人もオフェンスセンス50の人も裏抜けしたいと思ったりするわけですよ。でその中で微妙にやっぱ動き出しが違ったりとかはするんですけど、動きだけとかで見るのはすごく難しいなという感じですね。でただ過去の検証動画とかを見ながらですね、様々試行錯誤を重ねまして、ついに見つけました。いろいろそこに至るまでの過程とかめちゃめちゃいっぱいあるんですけど、今日はそこ話してるってもしょうがないので、一応何で違いが出るかだけ説明していきたいなと思います。それがこちらです。トレーニングモードを使って攻撃練習ですねの時なんですけど、こんな感じでインパクトシュートを打っていきます。インパクトシュートを打っていった時のここのフォワードの動きですね、動き出し前にね、動き出しをしてると思うんですけど、ここの動き出しのところで違いが出るということが分かったんです。具体的に話していくと、このシュート入力をして、この線が出ますよね。インパクトシュート、この線が出る。この線が出てから、ここの選手の右足がこうやって動きますよね、これ。この動きになるまでの時間がオフェンスセンスが影響してるってことが分かったんです。これをね利用してやっていきたいなと思います。でちなみにで言うと、ここの動き出しのモーションっていうのがね、何パターンかあってですね、左足に重心が乗っていて左足から動き出すパターンとかもあるんですけど、そっちだとねちょっとここのね時間がね結構ブレるんで、今回一番分かりやすいこの右足をグッと後ろに構えてですね、こうやってね、こうやって構えてから動き出すパターン、これだけをね見ながらやっていきたいなと思います。はい、ということでもうちょっとこれはね一気に見ていきます。で今回使っていく選手なんですけども、デンベレとムバッペを使っていきます。どちらもですね瞬発がカンストしている状態でオフェンスセンスがそんな高くないみたいなところでこれを使っていくんですけど、デンベレはオフェンスセンスが85から95、ムバッペは93から99って感じで、デンベレともね被らせてここでねちょっと測定をしてきました。はい、ということで一気に見ていきましょう。85からまずやっていきます。この時は6
コマ、一番早くて6コマで一応ありましたが、678コマぐらいになっておりました。8788、ここに関しては同じでしたね。85の時と88の時と同じような感じになっていました。でこの後ですね、89、ここから6コマ、最低が6コマの4コマとか3コマとかが出るような形になっていきました。80、89、90、91、ここの時はですね、6コマから、4コマかな、4コマから6コマぐらいの形になっていきました。そして93を境に今度は最高速2コマというような形の数字が出てきました。432という形になっていきました。そして97、ここを超えると今度はもっと速くなりましたね。一番速くて0コマという数字が出てきました。0コマってとんでもなく速い。この線が出たタイミングと一緒に動き出してるんですね。なのでかなり速い動きにはなっているんだということが分かりました。はい、ざっとね見ていくとこんな感じなんですけど、表にしてみました。こうなりました。ドンということで、ここがですねオフェンスセンスで、ここは何コマで動き出したかの数字になっております。でこれが実際に測定された記録になっていくんですけども、こう見ていくとですね、これ見て分かりますかね、特に最遅の部分に注目してほしいんですけど、85から89、89から92、93から97みたいな感じですね。これ分かりますか？ 4 刻みで速くなっていってるのが分かるでしょうか？こんなに規則正しくなるのかという感じなんですけど、はい。でしかも最速の部分、ここの部分はもしかしたら本数をめちゃめちゃ重ねれば出るのかもしれません。今回一つ何十本かはやってるんですけど、一応こんな感じのデータになりましたよというところです。ということでオフェンスセンス可視化成功しました。おーはい、ということで今日はね目で見えてきたので結論です。オフェゼンは4刻みで上がっていっているとします。はい、ということで見ていただきました。今回、いやこれめっちゃ綺麗な感じになってんだよな。ということはこれ新スキル検証できそうじゃないですか。そんな感じがしてるんで、次回新スキルの検証やっていきたいなと思います。そしてこの動画が出てる頃にはきっとメンバーシップには限定で出しているかなと、もうその動画を出しているんじゃなかろうかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、というところでいかがだったでしょうか。いやーこれオフェセン目で見えてきたぞ。ついに今までちょっと諦めてたけど、これ見えてきたということはもうこれはいけんじゃないかなと思っております。いやーコナミさんが新スキルスキル出した時はどうなるかなと思ったけども、無理難題にちゃんと答えていく、そんなチャンネルでありたいなと思いますので、今回はね無理難題にちゃんと答えられそうな気がしてますので、次回楽しみにしていてください。はい、というところでいかがだったでしょうか。いや頑張ったろ、これ結構頑張ったぞと思いますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。